じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあ、失敗そうですね。という LINE をいただいて。ね。これは一応メニューは何をされたんですか？バレエヤージュバレエヤージュで、オーダーしてお願いしたんですけど、違いますよね。これ写真も見せてこういう風にってお願いしたんですけど、全然違うんですよ。なるほど。難しいですね。バレエヤージュ、僕が思い描いてるバレエヤージュではないかな。しかもカットが結構スーパーレイヤーです。カットはウルフってことで、なるほどなるほど。一応頼んだんですけど、ちょっと一周しようかな。こうなってて、逆側も行きましょうか。なるほど。ウルフでバレイヤージュで、ここぽっかり開いてますね。なんでしょうね、そこ膨らむからなんか癖な、自分の髪の毛の癖なのかな。ブリーチがないんですよ。そうなんですよね。そうで、ウルフもなかなかあれですね。アグレッシブな美容師さんですね。おお、やめとけお前。反感買うぞ。下がグラデーションカラーになった。じゃあインナーカラーになってるの。で、上に太めのハイライトが入ってるのか。どうしたい？いや、私がしたかったのはバレエヤージュなので、バレエヤージュに直してほしいです。バレエヤージュにしたい。この黒ってカラーしてない黒ですか？そうです。してないです。黒染めしてる黒ではないってことですよね。ウルフもちょっと上短いですね、でもこれ。短すぎですか？まあでもなんとかしましょう。お願いします。地肌につけたくない。はい。全体それは救済として一番考えられるというかやりやすい綺麗になるのは全体をもうブリーチしちゃうんですよ。で明るくしたところに今度影を入れていく。そのパターンだったら綺麗には治る。それかもしそれがあれだったら全体にブリーチのハイライトを入れてこいつらをもう全部なじましちゃう。多分そっちのその2択のどっちかなんですよ。で全体にブリーチ入れて逆バレエヤージュって言うんですけど陰影をつけていくパターンだと色落ちした時に結構金髪になる。ただその代わりメリットとしてはこの今まだブリーチ抜けきってないオレンジのところが結構綺麗にちょっとオレンジ味あるじゃないですか。そうハイライトは全体をぼかせる。だからこういうところとかの黒いところも全体にハイライトが入って、でさらにその上にオンカラーすることによって馴染む。そうでダメージリスクはそっちの方が少ない。色落ちした時も黒が一応残るからダメージリスクは少ないんだけどどっちがいいかな。髪のダメージが少ないですね。どうしても逆バレエヤージュってその代わり色は綺麗です。多分ご希望のめちゃめちゃ希望のものになるんだけど、ハイライトだとどうしてもやっぱり傷んじゃいますよ。ハイライトはダメージ少ないんですよ。そうです。前頭ブリーチして逆バレエヤージュが一番やっぱダメージは強いんですね。その代わり透明感もありつつこの黄色みオレンジみもなくなりつつっていうのはできる。それがまずパターン1。あとはハイライト今すごい太いのが上に入ってるからここの間に細いのを入れてってあげて全体にハイライトが入った状態でオンカラーする。そうすることによってちょっと色味っていうのがちょっと表現できるかな。ただ黄色みが残るんでここら辺の黄色みオレンジみが残るんで若干のくすみ感と黄色感が出る。どっちがいいかなと思ってるんですけど前頭ブリーチはでもちょっと勇気いります。でもここまでやっといてあれなんですけどどっちにしろ綺麗になりますよ。完璧を求めるんであれば前頭ブリーチだけど、ある程度間を取って髪のダメージとかを考えるんであればハイライト入れてなじましたところにオンカラーそっちでいいかなのがかっこいいかもしれない。どうしましょうか。とりあえず任せてください。あんまり傷まない方ですよね。ダメージ少ない。そちらでお願いします。OK です。はい、じゃあちょっと全体回ってください。そうですね。なんかちょっと太く入ってるところのこの隙間にもう全部ハイライトを入れて一回ぼかしましょう。でぼかしてこの内側とかも結構もうムラみたいな感じになってるんで、今僕モデルさんに説明したのがもう一回全部ブリーチしましょう。ブリーチして全部金髪になったところに逆バレエヤージュですね。根元から黒を乗っけてそれを逆のバレエヤージュを作っていく。それが一番かっこよくできるかなと思うんですけど、それだとダメージリスクと色の抜けた時の金髪になっちゃったりとかするんでやっぱりちょっと大人世代には合わないかなと思うんで今日はハイライトを全体に入れてこれをまずなじませるっていうのをやっていきたいかなと思います。でカットウルフもっと綺麗なウルフにしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ブリーチいきます。もうしっかりとこの隙間をきれいにしていきたいんで今日はアリミの120
に 6%2 倍のテラフェクトのコネクターをワンプッシュ入れてます。全体のこの裏感というかこの隙間ですねを綺麗にできればいいかなと思います。だから1回もう前頭にハイライト入れて細めのハイライトを入れてあげて、そこでオンカラーで調整していくっていうパターンでいこうかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。もう全部入れちゃいますよ。まず1回金髪のハイライトがバーッと入ります。はい、でそれでカット調整したりしながらオンカラーもう1回色のっけるんですけど、そののっけた時にバレエ味風にしていきたいかなと。はいはい、仕上がった時はどんな感じだったんですか？どんな感じだったのも何もないか。もう仕上がる前からこれはなんか違う、思ってたのと違うなーってですよね。はい、で途中もこの塗り方が左右全然違ってたんですよね。それは気づいて言ったんですよ、なんか違いませんって、で直してくれてたんですけど、それでも違うから、なるほど。もう言うのをやめようかなと思ってこれは技術ってこういう技術ってことだなと思ってもう思い込みって言い聞かせみたいな。で最後うまく仕上がればいいかなと思ったけど、そうもいかなかったみたいですね。なるほどね。ですよね。そう家帰って本当真面目にと見たら、うわもうなんてことしてくれたんだと思って、なんか全然違うじゃんって、もうやっぱり改めて見るとね、なんかだんだんショックが大きくなってきて、やばい直さなきゃと思って。そうそれでご連絡いただいたんですよね。そうなんですよ。だからね、そこの美容室の方に直してって頼んでもやってくれればすると思うんですけど、希望通りにはならないだろうなってことで、やっぱり上手い人に頼まなきゃっていうのと、でバレエアージュってそもそも難しいんじゃないのと思って、そっからいろいろ調べたり、で YouTube でも検索したら、そうすぐはい長門さんが出てきて、もう塗り方からしてまず違うしでもこれはねバレエアージュじゃないんですよ。あ、そうなんですか。これはねハイライトを入れてて、なぜかっていうともうバレエアージュ調のものが入ってるんですけど、それが修正が難しいんですね。結構太めのものが入ってたりとか、バレエアージュってほうきを履くようにっていうのが必要なんです。パネル取ってこう縦にすぐ入れていくんですけど、今もうがっつりボテッと入ってるんですね。だからそういう薄く入ってるっていうところがなくて、なんでじゃあどうやって直すかって言った時に、その太いところに細いやつをかませてできる限り目立たなくする。でそうした状態の後にオンカラーで根元暗め毛先明るめをのっけてバレエアージュ風にしようという直し方法ですね。そうそう、私が見たのはそうなんかほうきみたいにこう売ってましたね。でも前の美容師さんもなんか考えがあったんだろうけど、これもホイールでやってました。いやホイールね使ってなかったと思います。多分そうですよね。そう多分こう取って塗った感じがすごいするから。そう私も初めてやったから、いやこういうもんなのかなと思ってたんですけど、実際違うなって調べたら長門さんの見て思いました。結構髪も強そうなんで、ちょっとね傷ませないようにフレックス剤っていうヘアブリーチですね、これしっかり入れてるんですけど、ちょっともうブリーチ部分にも塗っちゃいます。塗らないと多分これは治らないと思う。だから一発で直すというよりはもう2回3回とハイライト重ねてってあげて直した方がもしかしたら綺麗かもしれないですね。ただあれです、もう帽子かぶんないで外で歩くようにします。もうこの1ヶ月半毎日帽子かぶって外出るときは何のテンションも上がんないです。そうですよね。おしゃれのためじゃなく隠すための帽子をそれは悲しいんでしっかりとやりましょう。お願いします。LINE いただいた時にお写真見せてもらってね、おおバレエアージュでないですねこれはみたいなを演じたと、やっぱりそうですよねと。それは違うと思います。その美容師さんもね、なんかやっぱり一生懸命必死にというかね、一生懸命やってくれてるし、いい人だったんで文句も言えないし、適当にやっていこうはならないですからね。そうなんですよね。だから自分なりに考えてこのやり方をやったんだとは思うんだけども、多分一般的なバレエアージュではない。難しいですよね、技術って。こうするしかないですね、僕らが。腕の見せ所っていうことでお願いします。任せてください。前髪もちょっとハイライト入れますね。前髪の黒がすごい逆に目立ってるんで。何時間ぐらいかかりました？結構かかってましたよ。ですよね。4時間近く。4時間。ちょっとヘアカラー、ブリーチなんですけどね。ハイライトもちょっとブリーチで使うんで。これも見てわかります？ブリーチやったんだな。わかります。やっぱり。もちろんもちろん。でも抜けが多分入れない。一回やっただけでは薬剤が弱いか時間が短いか。そうですね。これだとね綺麗な色絶対入んないんですよ、オンカラーしても。なんでだから今日ハイライト入れて時間過ぎたら毛先にもちょっとブリーチ剤少し足していこうかなと思って。
まあいい感じにします。はい。腕の見せ所を。はい。うん、いいですね。やりがいありますね。直しがいありますね。直しがいありますね。1ヶ月半経ってるからあれかもしれないですけど、なんかカットも左右違ってたかなって私的には思ってるんですけど、見てどう思います？僕はそれもなんとなくは感じてるんですけど、あまりね前の美容師さんのことを指摘するのもねあれだなと思ってなんとなくは感じてます。大丈夫です。今日帰るときはいい感じになってます。はい。そうしましょう。全然心配してませんもう。大丈夫です。ある程度上手な方。あとは好みが合うかどうかなんですけど、多分合わせられる。でもハイライト入るだけで結構変わってくると思うんで。はい。こんな細かくじゃなかったですもんね。でもね、これはバレエアージュじゃないんで、そうそう。バレエアージュはもうちょい大まかですよ。あ、そうなんですか。大まかだけど、ホイールは使いますね、どっちかっていうと。不思議がいっぱい。不思議がいっぱいでした。ここ数年の技術なんでね、やっぱりちょっとハテナの状態でやってる美容師さんいなくはないからね。周りの友達とかにもなかなかじゃあ会いづらい。親しい友達はいや最初何も言わないんですよね。はいはい。いや気づいてるね部屋から下って真っ黒だったんですよ。でそれからやったから、もう絶対気づいてるはずなのに何も触れない。そう触れちゃダメだって。で私自分の方から言ったらいやこういうのがやりたかったんだなと思ってふーんって逆にそうなんかでもどう言ったらいいか分かんないから言えずにいたって。なるほど。黒染めは入ってないですよね。はいやってないです。ですよね。大丈夫かなと思って。地毛が真っ黒なんですよ。ね結構黒いかな。電灯ハイライト入れてオンカラー調整で。いやこれは腕が鳴りますよ本当に。すごいなんか喋りながらでも腕のスピード落ちませんよね。一応20年ぐらいやってるんですよこれ。そうなんですか。メガネ講師とかもやってるから、全国で海外もだから喋りながら手を動かすっていうのは慣れてるんですよ。結構止まっちゃう方もいるんですよね。いる美容師さん。話盛り上がってね楽しいのはいいんだけどいやお仕事手を止めないでと思っちゃう。わかる。私の友達そのタイプなんで。言ってたのね。自分で言ってる。私もう本当なんか喋ってるとなんか身振り手振りがついちゃう。なんでしょう。そうだから全然本当塗るのが遅くてみたいな。ナンさん本当早いですよねって。それ岩崎の友達なんですけど、岩崎と一緒に働けないよっつって。岩崎ブチ切れるからそれ。その子も言ってます。絶対あやとは働けない。イライラさせちゃうって言われる。多分イライラすると思う。岩崎も手動かしても手早いですから。もうぶち切れちゃう。喋んなっていうか。それねでもどこの美容院でもいるんですよそういうスタッフ。いますよね。絶対いるんですよ。おい喋ってるだけかいっていう。だからお客の立場となると、やっぱ綺麗にしてもらいに来てるから、そう、もう本当黙って集中してくれたらいいよって自然なし思うんだけど。好きな人もいらっしゃるんで。っていうか逆に美容師さんも気を使ってなんか楽しく話してあげなきゃっていうのもあるのかなとか思ったりして、いや本当気使わなくていいかなと思って。でもなんだろう、ご新規で行くと、多分喋りかけられると思いますよ。そうなんですよね。多分いろいろ喋らなきゃって多分思ってる美容師さんが、そうご新規の方だとやっぱいろいろ引き出さないとって。そうなんですよね。ライフスタイルとかをね。だからもう僕はもう全然お客さんが喋らないと喋らないんで。それでいいと思います。今だってあれですよねホットペッパーとかのメニュー欄にカット会話なしとかある。それすごい流行ってるらしいですよ。メニューで。そうめっちゃ流行ってる。どんだけ美容師との会話嫌なんだろうと思って。もうそこまで喋んないけど、そんな露骨に嫌なことあるかなって思う。でもそうですよ。最近ではなんかアンケートでもこの予約してで会話とかはあった方がいいですかない方がいいですかみたいなありますね。あったよね。なのに喋りかけてくるからアンケートの意味とはみたいな。でもそういう欄があるんだなと。あるんですよね。ホットペッパーそんな使わないから。まあね。静かに過ごしたいなんてうちの美容院めっちゃあれですよ。マジ静かの時あるよ。喋んない。なんか雑誌読まれてたら基本あんまり喋りかけないですね。そうね。なんか本読むなんかここでしか読まないみたいな人もいらっしゃるんで。私もそのタイプです。基本的にこう雑誌を読まれる方にはあんまり喋らない。
でもこういうの塗ってるのとかカットしてるのとか見てるのも好きなんで。あ、そう、よくやる。僕でもカット雑誌を読むんでるけど、僕のカット中だけ雑誌を読まないで、喋る気かなって思うけど喋らない人って、そういう方が多いですね。ね、見てるの楽しいんですよ。そうそう、作業的な感じでだいぶ頭がアルミホイルだらけ。それで長門さんはなんかこの間神戸の美容師の方との対談、雑談の時に話してましたけど、ワークの時はもうめっちゃ早いって言ってましたね。ワーク？仕事のスピードです。そう仕事のスピードはめっちゃ速い自信ありますよ。だってこんだけそばにいる岩崎があれですからね。長尾さんのすごいと思うところはっていうと即答でスピードですっていう。なんかね、でもせっかくやってんだからね、デザインとか言ってデザインとかね、知識とか言ってスピードですって言う。なんだお前そっちかい。まあスピードも自信あるからあれなんですけど、私遅いって嫌いなんですよ。上からちんたらしやがってしっかりしやがって思っちゃう。遅い人あんまり得意じゃなくて、ちょっと薬作りますね。なかなかこうピリピリしちゃう。今は別にあれですけど、大きいところだとやっぱいろいろ兼ね合いがあるじゃないですか。こう何人もお客さんがいて、ここの流しのが今流しに行った人が終わったら次ここねみたいな、そのタイムで帰ってきてほしいのに、やっぱちょっと遅い人ごゆっくりそうやられるとあいって思うんですよね。だからちょっとピリッとしちゃう。怒んないですけど、それだってだからもうちょっとだけ急いでって思いますね。そんな感じですね。キャンプとかも好きなんですけど、ポリシーがもうスピードなんで、ゆっくりやって気持ちいいなんて誰でもできるからっていう。あー、怒られたできないよって思うで、ゆっくりやって気持ちいいなんて誰でもできるから、その中で速さを求めることが大事でしょって。お客さんもシャンプー台ずっと寝転んでるの疲れるしみたいな感じですよね。そうだね、スピードね。ピリピリ怖い怖い。手止まってるよ。やっぱ睨みは大事。とりあえずいい感じになると思いますよ、これだけ。楽しみですもん。楽しみにしててください。じゃあ30分置きます。はい。ブリーチは時間かかります。はい。はい。じゃあ1回止めます。はい、30分経過です。こんな感じですね。いいんじゃないでしょうか。1回全部取っちゃいます。全部取って少しコーミングでなじませつつ、この毛先のあたりのオレンジっていうのを少し抜ければいいかなと思います。まあちょっとこうやって外してあげて、見えます？なんとなく、はい、そう、これがまあ今薬ついてるんですごい太く見えますけど、細く入ってて、はい、ちょっとぼかせてるかと思うんですよね。でその周りのところも綺麗になるようにコーミングしてなじませようかなと思います。よし、じゃあこれでなじませたら10分置いて流します。さあこんな感じ。まあこれじゃ返さないで安心してください。でもこれでもいいような気もして。これもちょっとおしゃれですよね。ね、ただ黄色い。ああ、まあ確かに黄色いんですよね。とりあえずなんとなくのぶっといバリエージュっぽいやつは馴染みました。はい。こういう感じでウルフいきましょう。はい。はい。よし。じゃあカット解説しながらいきますね。もうちょっとこれ安心じゃないですか。僕は安心しましたよ。はい、そうですね。とりあえずちょっと安心した。わかりますかね、この前回のところってちょっとオレンジだ、で今日僕が抜いたところって黄色までいってるんですよ、はい、この差が大事。実はオレンジでやめちゃうとどうしても運から乗っかってくる色が絶対綺麗に見えないのでいきましょう。でトップがだいぶ短いんで、ここは触らないぐらいだと思います。ここがちょっとオレンジ残りましたね。少し伸ばしたんですけど、ちょっとまだ残ってるな。オンカラーで調整しましょう。じゃあ、ウルフ、少しだけ切ります。そしたら見てください。はい。まず、今の現状を見ましょうか。今の現状。すごいついてあります。で、下、ワンレングスになってて、上にものすごいレイヤーが入ってる。これを変えます。下からガツッとレイヤー入れて、上をセミレイヤーぐらいなイメージのウルフにしたいと思います。はい。じゃあまずこの毛先の薄くなっちゃってるところをまず落とすぐらい。まあ薄くなってるんでもうブラントでいいですね。で、前上がりに切ります。よし。はい。こんな感じで、まずアウトライン整えちゃいます。毛先が金髪だと動画映ってる？大丈夫かな？まあ切ってる部分は分かんないですよね。分かんないよね。ちょっとなんかコーミングのあれで見定めてください。よいしょ。でサイドは確かに左右若干違いましたね。大丈夫。
これで揃いました。よし。そしたらもうここに好きで作るウルフじゃなくてちゃんとラインで作るウルフをいきたいんで、ここ中段レイヤーここから入れます。で下を逃がしていく。いきます。ここですね。で下段を逃がしていく。そうすることによって中段にしっかりとしたレイヤーが入ります。逆サイこっち側はこうですね。しっかりと肘をしっかり入れ込んでいく。ここでこのガイドにしっかりと揃うように。はい、次行きましょう。でここから先もウルフなんで同じコーミングでいきます。で今度はちょっと甘くしていくんで少しスクエアですね、地面に対して垂直になるようなカットラインでいきましょう。そうすると上の方はもうほとんど切るとこがなくなってくるはずです。なんでかっていうと前回のカットでがっつりレイヤーが入ってるから。こうですね。こうして後ろのガイドを引くとここです。そうするとこれですね。このシルエットで軽くするとちょっと上に上がってくるんでこれでいきましょう。こうして中段にちゃんとレイヤーが入る。上段いきます。上段もスクエアにまず引き出す。はい、もうこれぐらいしか切るとこないです。アウトラインぐらいしか。アウトラインぐらいっていうか、アウトラインで切った量ぐらいしかない。はい、で、その上はちょっとセイムレイヤーになるように。でもほとんど切るとこないですね。こうやって後頭部の丸みを大切にしながら切るウルフカットですね。トップがただただ短いウルフだとどうしてもなんかすごいウルフなのか何なのか分かんなくなるので、ちゃんとこの中段がしっかり切れてるウルフっていうのがいいかなと思います。僕はこういうウルフの方が好きですね。ウルフの定義って要は上が短ければウルフにはなるんで、ただそこからのデザインですね。中段のデザインに関しては特に規定はないと思うんで。真横からお願いします。このボリュームもうちょい上に上げます。ここまで持っていくんだけど、そこから下がついてある感じ。よし。じゃあサイドいきますね。サイドは普通のレイヤーです。で、顔周りのカットで調整したいと思います。はい。持ち上げて、はい。さっき入れた横のレイヤー、後ろのレイヤーに合わせる。ガイドを合わせて、はい。ちょっとだけ前に倒す。で、最後0度。ここは自分でラインを決める。はい。そしたら、ここ、今切り始めたサイドと斜めスライスでチェックします。そうすると少し出てくるので。で、最後、横スライス。横スライスで前に引き出す。そうすると、ここに角が出ます。はい。で、持って、はい。イヤートゥーのところで、はい。まあ、相変わらず上は切るとこ少なめですね。よし。サイドレイヤーなんで、前に倒す。はい。はい。こんな感じ。この横を短くして。そうすると、この後ろのレイヤーの位置とかぶってきます。OK。ウルフになりました。なりましたね。わかります？なんかちょっと違うの。そうそうそう。これですよね。はい。今日いらっしゃった時のやつはウルフなのか独立のハイレイヤーなのかがちょっと難しかったんで、今日はちゃんとウルフにして色もちょっとちゃんと整えていく。まあ1回じゃ色はぶっちゃけ届かないんですけど、でもだいぶこれだけでもね少し良くなったと感じていただけるかなと思います。はい。そうするとこういうのができます。はい。トップですね。前に倒して左右合わせて、はい。そしたらトップを軽く削る。 OK。 これでこのままカラーいきましょう。うん、もうだいぶ形が見えたんでカラーいっちゃった方がいいかなと思います。じゃあ準備します。はい、はい、じゃあ薬剤紹介ですね。まあうまくもうハイライトが決まって、まあほぼほぼ修正はできたんじゃないかなと思うんですけど、まあこっからバレイヤージュにするっていうよりはどっちかというと一回まずこれでベース整える。なんでバレイヤージュにしないかって言ってやっぱもうオレンジが結構残っちゃってるんで、これで下手に逆バレイヤージュの塗り方しても絶対意味がないんで、このまま色黄色を消しましょう。かつ明るい色でいきたいかなと思います。はい、この順ですね。アルテマリトーのダメージレスから3対1対 10% でいきます。 14N とグリーンが3対1で、そこに 10% EGB 入れます。でモデルさん頭皮つけたくないっていうことなんで0テクでいこうかなっていうのと、あとブリーチモにはインフォーム3プッシュ混ぜてますね。 4.5% オールです。ちなみに2剤は 4.5% オールでインフォーム入ってて X ケラフェクトが入ってて GLT 入ってます。で根元いって時間差で毛先いこうかなと思ってます。あんまりどっちかというともうトナーに近いぐらいの色味で、これでこのカラーで色味を入れようとは思ってません。はい、お願いします。よし、じゃあ行きましょう。衣装も揃ってるし。衣装揃ってますね、確かに。黒パクってこないよ。お前パクるとかじゃなくて黒多めになるよね、美容師。汚れちゃうんですよそうね。でもこの前セミナーで白着てたら、そこのディーラーの人に「いや白攻めてますよね」みたいな。
絶対汚さないという自信がみなぎってます確かに言われて確かにとかもサロンワーク中はエプロンしてるんですよ。そうなんですか。エプロン。エプロンコラボさせていただいた西さんにあーいただいたすごい優秀な万能なエプロンをあれすごいいいっていうね、いつも。すごい使いやすいなんだっけ、下が割れてるのがいいんだよ。ここら辺がスリットすごいなんかスリットが入ってて、うん足を開いた時にあ夢シャンプーって言って座ってやるタイプのシャンプーなんでー。すごいやりやすくて、しかもめっちゃポケットも広いしめめちゃめちゃ物も入るしいいんですよ。これも西さんのオンラインショップでどうぞってやつだね。西さんのオンラインショップで黒を買うと私とお揃いですよ。なんだお前。別に多分普段使いしてもでも普段使いって黒多分普通に美容師じゃない人でも全然使い使いやすい。やすいね、確かお揃いですよ。私とに。岩崎ファンが買っちゃうかも。西さんのオンラインショップどうぞ。私のファンいるかな。だいぶいい感じになってきました。はい、大体塗り終わりましたね。まあ本来だったらいろいろカラーとかもすごいしっかり発色させたいんですけど、今回結構ムラがあるんで、一応消すのを重点的にいきたいかなと思います。なんで今日しかもブリーチオンカラーなんで、まず加温もしないようにします。加温して根元の色が明るくなりすぎてもあれなんで、今日はまず綺麗にすることを目標にいきましょう。これで大体10分で流そうと思います。はい、お疲れ様です。いい感じに黄色み消えたんじゃないでしょうか。で、ここからさらにムラシャンで洗ってもらいます。今日は紫シャンプーでお願いします。よし。さあ、お疲れ様です。はい、こんな感じ。バッチリですよ。まあちょっとさっきの黄色を落ち着かせてグリーンに寄せた感じですね。でそこにムラシャンで紫の色素を入れることによってちょっと綺麗なベージュっていうのを出しました。まだちょっとオレンジいるんで完璧な直しではないですけど、今日いらっしゃった時の感じとは別人になってます。PLT01 とリーフオイルつけてます。じゃあ乾かしましょう。お疲れ様でした。どうでしょう。いやびっくり。まあね、バレエアージュかって言われるとそうでもないですけど、今日着た感じとハイライトプラスバレエアージュの間ぐらいですかね。修正としては一番早く、しかもまだ今8時半なんで、早い。 6時前ぐらいにスタートしたんで2時間半ぐらい。よし、さあウルフを完成させます。今日結構この間を取ってるんで、そこをチョップをまず入れておきましょう。しっかりと。なんかカットも変わったのがなんとなくわかりますかね。そうですね、なんかウルフっぽいのもどきというかね、ウルフっぽいやつがちゃんとしたウルフになったちゃんとしたウルフになりましたね。この感じかな。いやーよかったよかった。治りましたね。治りましたね。治ったというか、もう帽子はかぶんなくていいですね。そうですね。これ次ぐらいにはバレエアージュいけると思いますよ。まあ正直このハイライト系でもかっこいいですけどね。そうですね、写真みたいに、ね、明るい色にするにはもうブリーチがもっと必要ですね。何回か、2、3回。何回か。今日はほとんどのところがブリーチ1回なんで、はい、ただ1回でもこんぐらいは抜けるんですよね。だから今日外しちゃってる下の方のやつのオレンジのところ、そこがやっぱちょっと気になるかなって感じですけど、とりあえずは修正としては上出来だったと思います。ですね。しかも伸びてきてもやっぱハイライトなんでかっこいいですよ。そうですよね。根元が。それ狙いでした。それ狙いでした。OK。だから裾がね跳ねやすいからやっぱりブローをしないと。どうです？ウルフだから跳ねてていいんじゃないですか。いいんですか？内巻きの方がいいですか？今日仕上げはどっちが？いやいいんですけど、いいのかなと思って。そう、トップが逆にトップというか中段が結構削られたんですよ、ここら辺が。なんで下が跳ねようが上は絶対内巻きになってくれるんで、それがウルフのいいとこかなと思います。そっかそっか。じゃあ丸くなってくれたってことは上の前壁が目立たない。全然目立たないです。本当ですか？目立たないどころかむしろ丸くなる。バッチリですよ。そこは中段スライドカットいきましょう。ウルフなんで下段ちゃんとボリューム落としちゃっていいです。しっかり落として次中段、ここら辺までですねいっぱいすかなきゃいけないの。今日大量に長さをレングスを切ったところっていうのをしっかりと。でただオイルつけるぐらいでも形はつくし、あとなんかちょっと巻いてあげてもいいし、ここら辺はお任せします。
今日はとりあえずかっこよく仕上げますよ。切られ心地が違いますね、なんか。切られ心地が違う。スライドカットしてても絶対痛くなくないですか？全然痛くない。そう、ハサミめちゃめちゃこだわってるんで。ハサミと技術もですかね、やっぱ。技術もそうですね。なんか引っかかるの嫌なんですよね、僕。そうですよね。はい、スライドカットでジョリジョリ言っちゃうやつ。あんまり好きじゃない。なんか、切られて気持ちいい感じがします。そうなんかどんどん取られてくるって感じの。ちょっと中段重いんでもう一周しましょう。よし。じゃあ今日横も結構切ってるんで、この辺もいきましょう。はい、じゃあこんな感じで、この顔周り結構レイヤーでしっかり取ったんで、今日はつきます。全体的にもう気持ちいい伸びてくれるといいですね。今日トップレイヤー切ってないんですよ、本当は。はい。そう切ってなくて、もうちょい長い方が僕自身は好みというか。上がもともと短かったから。そう。そこに合わせなきゃいけないんですよね。そう、そこに合わせたんですけど、多分ね、ほんと2週間ぐらいだと。あと数ミリだったんで。ってことは切りたてめっちゃ短かったですよね。だと思います。あれから何にもしてないんで。前髪の長さってそんなにあれですか？前髪だけで自分でちょこちょこ切ってたんですけど。整えるぐらいにしましょうか。あ、でも上手。本当ですか？はい。よし、じゃあこの脇を、前髪の脇を軽くします。よし、そしたら耳の後ろ、恒例ですね。ウルフの時は特に取っちゃっていいですよ。そう、セニングで作るわけじゃないけど、セニングが必要なところも絶対出てくるんで、ウルフの時のこのど真ん中にセニングをレイヤーの角度で入れる。大事ですね。その代わり上と下はすかない。よし、バッチリじゃないですか。よし、ちょっと一回これ取りますね。ちょっとスタイリングのオイルをつけます。アローディアのデンスオイル。これめちゃめちゃいいです。おしゃれな毛先になります。よく伸ばして。いい匂いしますね。そう、金木犀の香り。金木犀オイルは流行りですよ。そうなんですね。そう、あとこのオイルの素晴らしいところは匂いが酸化しないんですよ。へー。こういうポリッシュオイルって結構酸化しやすいんですけど、酸化しづらいんで結構おすすめ。ちなみに巻いてない状態見ましょうか。こういう感じ。おお。これです、私したかった。これですよ。おー、すごい。まあちょっとバレエ味ではないですけど、でもデザイン的には形がね、そうだ、ウルフもかっこよくないですか？かっこいい。そう。色はね、まだそう徐々にしょうがないですけど、そう毛先の方に行くに従って明るくなる。だから本気で直すというか時間無制限だったら、今日はハイライト入れて今度毛先からバレエヤージュっていう理想だったの。もしくは全体、最初に言ったパターン1ですね。全体ブリーチで金髪にして黒を入れてくるパターンなんですけど、これがでも一番髪の負担なくできるんじゃないかなと思います。なんとなくウルフなんで、せっかくだからもっとメリハリを出すためにトップこう温めてあげる。ちょっとここですね、根元を温めてあげて、でちょっと巻いてあげる感じ。もう内巻きワンカールみたいなイメージで少しボリューム感を出してあげる。雑でいいですよ、こういうのは。ざっくりで。で顔周り少し。ウルフっつっても本当のなんかダサいウルフにすると大人は合わなくなってくるんで、おしゃれな質感のウルフがいいかなと思います。でここら辺は少しもう跳ねてるんで、せっかくだから跳ねさせちゃいましょう。よし。そうするとさらにメリハリができて、こういう感じのウルフ。おお。すごいかっこいい。バッチリじゃないですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。バッチリじゃないですか。そうですね。道が入りました。違法は思い出したくない。そうですね。はい、今日じゃあトラブルシューティングですね。トラブルカラーを直すっていう形で、まあいろんな方法があるんですけど、バレエで最初から綺麗に入れるっていうのももちろんなんだけど、そうならなかった場合にどうやってリカバリーしていくかっていうのをちょっとやらせていただきました。あとウルフの切り方ですね。実はウルフの切り方の方が見たい人多いかもしれないし、今日は一石二鳥だったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。大丈夫そうですね。いやもう全然大丈夫というか、もう写真でしか見たことない。自分が慣れたのがなんか本当嬉しい。そう。バッチリです。お疲れ様でした。これで堂々と道歩きますね。帽子かぶってたからね。帽子なくてね。お疲れ様です。ありがとうございました。なんかそうか、なんかラストにあるんですよね。ラスト言われる。じゃあありがとうございました。バッチリですね。
いい感じです。なんかもう生まれ変わった気分で。いやありがとうございます。じゃあまた。はい。お疲れ様でした。今日ちょっと大変だった。疲れました。私疲れた。どうした中国語。私疲れた。本当ちょっと疲れたかも俺も。モデルさんがじゃなくて今日一日が長かった。私疲れた。はい。はい、帰りましょう。お疲れ様でした。はい、バイバイ。なんて言うんだろう、バイバイって。バイバイ。シェイシェイ。シェイシェイはありがとう。シンクラー。そうなんですか。お疲れ様です。シンクラー。